はい、どうも皆さんこんにちは、ゆうでございます。いやー、ついに買ってしまいました。DJI Osmo Pocket 4P の Vlog コンボを本日はレビューしていきます。実際の撮影現場で使ったり、デスクに置いて撮影を行ってみたりしたので、実際に使ってみてどうだったかを映像クリエイター目線でレビューしていきたいと思います。まず結論から言うと、このカメラ、刺さる人にはガチで刺さります。でも全員がこの Osmo Pocket 4P を買えばいいとは思いません。Osmo Pocket 4P を選ぶ一番大きな理由は 20mm と 60mm の2つのレンズがついているということです。20mm でその場所を見せて 60mm の中望遠で主役を際立たせる。人物を撮った時に 20mm では出にくい背景のボケを 60mm のレンズで作ることができると。ここはマジで大きいです。一方で広角の自撮りだけでいい人や全員を広く撮ることが中心の人は無理に一番高い 4P を選ばなくてもいいとは思います。スマートフォンの方が撮影から投稿までは早いですし、砂浜とか雨が降る日には防水のアクションカメラの方が気楽です。僕の今回の動画ではこのポケット 4P が最強かどうかではなく、どういう撮り方をする人ならこの価値を回収できるのか、ここを中心に見ていきます。もちろんいい部分もちょっとここ気になるなっていう部分も正直にお話ししていきますので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。それでは行きましょう。はい、ではまずはサイズ感ですね。本体はおよそ 230g、 スマートフォン1台分に近い感覚で持ち歩けます。普段ですね、僕はこのスタジオでブラックマジックデザインのカメラを使って撮影しています。ブラックマジックのカメラと比べると目的も操作感も全く違います。この今撮ってるカメラ BMPCC6K はレンズ、電源、記録メディア、リグなどを含めて撮影するための準備が必要です。一方でこのポケット 4P はバッグから取り出して画面を回してすぐに撮影できます。この撮影までの速さっていうのがマジで強いです。結局カメラってどれだけ高性能でも持っていかなければ何も撮れません。大きい機材を家やホテルで置いてきてしまうよりもずっと持ち歩けるこの小さいカメラの方が結果として残る映像は増えます。画面を回すと電源が入りすぐに撮影に入れますので、ちょっとこれ撮りたいなっていうのがすぐに成立しやすいです。実際に僕が使ってみて一番感じたのは画質の数字よりもこの撮影開始までのハードルの低さでした。一方でカメラ本体の重量 230g は何も持っていないような軽さではありません。腕を伸ばして自撮りをすると普通に腕に負担はきます。筋肉痛まではいかないけど、ちょっと疲れたなっていう風な感じがしますね。他にもですね、ジンバル部分も動く精密機器なので、スマホのように裸のままバッグへ放り込むのはちょっと怖いですね。持ち歩くときには付属ポーチか保護ケースで入れた方が安心です。そしてここも重要なんですけど、本体は防水ではありません。雨、海、プール、砂の多い場所ではアクションカメラと同じ感覚で使わない方がいいです。はい、で僕が今回使っているのは Vlog コンボというキットになります。スタンダードコンボとの差額はおよそ 14,300 円ですね。この Vlog コンボに何が入っているかというと、主な追加品はこんな感じ。 DJI マイクミニ2の送信機、画面付きリモコンの Osmo フレームタップ、ミニ三脚、キャリーバッグが付属しています。他にも補助ライトと4分の1インチのネジ穴付きのハンドル、持ち運び用のキャリーポーチ、充電用のケーブルなども入ってます。箱を開けた瞬間の印象は、これちゃんと現場で使わせに来てるセットだなという風な感じです。本体だけ買って後からマイク、三脚、バッグなどを足していくのではなく、もう最初から撮影の流れが作れてしまいます。その中で実際に価値を感じたのはマイクミニ2とこのフレームタップですね。この2つについて
どちらもいいところだけではありません。この2つについては後半で使ってみた弱点まで詳しくお話ししていきます。スタンダードコンボとこの Vlog コンボの選び方、買い方についてなんですけど、すでに DJI Mic 2シリーズや三脚を持っている人、スマートフォンを確認画面として使える人は Vlog コンボではなくスタンダードコンボでも十分に使えると思います。この Vlog コンボは付属品の数が多いから全員にお得っていうわけではなく、一人撮影をゼロからすぐに始めたい人にとって時間を買うようなセットになります。逆に使わないアクセサリーが多いなら、その分だけ自分の持ち物が増えてしまいます。自分がフレームタップとマイクミニ2を本当に使うかどうかで選ぶのがおすすめです。はい、ではここからは実際に屋外で撮影した素材を使って検証していきます。今回は 20mm と 60mm の見え方の違い、被写体トラッキング、そしてノーマル10ビット、D-Log10 ビット、D-Log210 ビット、この3つの色の違いを確認しました。メーカーの作例ではなく、同じ場所で撮影した実写をできるだけ条件を揃えてお見せしていきます。はい、では早速検証の方を行っていきます。現在の設定は 4K30fps、 ホワイトバランスはオート、露出もオートですね。すべてオート設定で現在撮影を行っております。画質の方はいかがでしょうか。そして現在はですね、こちらの DJI Mic Mini 2を使って音声の方は録音しております。画質と音声の方はいかがでしょうか。本日の天気は曇りでして、全体的に雲がかかってますね。そして先ほどから少し雨が降ってまいりました。小雨もいかないくらいかな。本当にちょっとだけ雨が降っております。そして Osmo Pocket 4B にはレンズが2つついているんですけども、現在は1倍のレンズで撮影を行っております。これもしかしてあれですかね、ポケット 4P って切り替えできるんですかね。この撮影中に、おお、いける、すごい。この録画が回っている最中でも自撮り方向とこの何ですかね、自分が向いている方向の向きをワンタッチで切り替えることができますね。いやー、これはめちゃくちゃ便利かもしれない。ここからズームもできるんですかね。おお、いける、すごい。こちらは3倍のレンズに切り替えて撮影を行っております。こちらが6倍ですね。3倍のレンズからズームを行って6倍ですね。ジョイスティックを使うとさらにズームをいけますね。こちらが最大12倍でズームを行っております。画質の方はいかがでしょうか。こちらが3倍ですね。3倍から12倍にするとズームはできるんですけど、画質はやや劣化しそうな感じがしますね。この Osmo の本体のタッチスクリーンで画面を見ているんですけど、ちょっと画質荒いかなっていう風な感じがしますね。12倍にすると。こちらが1倍です。こちらが3倍。結構綺麗ですよね。ジョイスティックで12倍。こちらが12倍ですね。使いどころはだいぶ限られそうですけども、こんな感じで遠くを映すのにも使えますね。でしかも Osmo に関しては初代からそうなんですけど、ジンバルが入ってますので、こんな感じで滑らかに撮影を行うことができます。いやいやいや、これはすごいですよね。いや、このスマートフォンではなかなか操作できないというか、今切り替わりましたね。ちょっと切り替わるときに若干どうしてもレンズを切り替えて撮影するので、その切り替わる瞬間は分かっちゃいますよね。さあ、では続いてですね、現在は標準のもう全てオートで撮影を行っているんですけど、D-Log2 の方でも撮影を行ってみたいと思います。
はい、ではこちらがですね、D-Log10 ビットの映像です。映像の方はいかがでしょうか。初期状態だとこんな感じで結構グレーのような暗い映像になるんですけど、これが D-Log の元々の素材ですね。その DJI のラットを当てただけで、僕は色を特にいじってはないんですけど、こんな感じで発色します。ノーマル10ビットの映像と比較するとこんな感じですね。さあ、映像の方はいかがでしょうか。標準のカラーモードと D-Log10 ビットの比較でした。では続いて D-Log2 の方も試してみたいと思います。はい、ではこちらが D-Log2 のカラーモードになります。先ほどと同じように D-Log になりますので、色は結構暗いです。DJI の標準ラット D-Log2 から REC709 への変換ラットを当てるとこんな感じ。D-Log2 もですね、結構暗い映像になるんですけど、 DJI の標準ラットを当てるとこんな感じです。 D-Log と D-Log2 の違いはこんな感じですね。さあ画質の方はいかがでしょうか。ノーマルと D-Log、D-Log2、この3パターンの色味を比較するとこんな感じです。この現在の撮影時点では僕は実際のデータを見ていないのでわからないんですけど、多分違いはあるかなと思います。皆さんはどれが好きですかね。僕はこのオズポケの手軽さと編集の手間を考えると、D-Log、D-Log2 もいいと思うんですけど、ノーマルかなっていう風な感じですね。ではノーマルの方に戻していきます。いやー、これ結構雨が降ってきましたね。わかりますかね。結構水滴が。ちょっと屋内の方に入りましょうか。はい、では続いて被写体トラッキングの方を試していきます。現在は僕の顔を認識している状態ですね。よいしょ。おー、すごい。めちゃくちゃ追っかけてますね。すごい。こんな感じで僕が一切カメラに触れることなく、僕の顔を認識してカメラが自動で被写体を追いかけてくれる機能です。柱の影に隠れても、おー、すごい追いかけますね。おー、すごい。これは優秀。めちゃくちゃ優秀で、今は多分この顔、しかもマスクとサングラスと帽子をかぶってるんですけど、ちゃんと認識してますね。すげえ。はい、では続いてですね、今ですね、僕がカメラの正面を向いているんですけど、後ろを向いた状態ではどういう風になるのか実際に検証していきます。ではカメラに背を向けます。この状態でちょっと横の方に歩いていきます。さあ、僕のことは追いかけてくれているんでしょうか。何せ僕今画面を見ていないので分かんないんですけど、どうですかね。さあどうでしょうか。すげえ、レンズこっち向いてますね。これはなかなかすごいかも。めっちゃ追いかけるなこれ。やば。例えばちょっと待って、この状態でやばマジか。走っても追いかけるんですか。やばいねこれ。うおー、すごい。マジでこれ逃げれないですね。マジか。ここまで追いかけるか。いや、ちょっとこれは想像以上ですね。やばい。いや、このオズモポケット 4P やばい。さて、素材の方はいかがでしたでしょうか。実際どんな感じで映るかっていうのをお伝えしたいので、ほぼ取って出しの状態になります。音量の調整くらいは行いましたが、僕の方で色をいじったりとか、フィルターで加工したりとか、そういう風な編集、加工は行っていません。はい、ではまず 20mm の画角ですね。腕を伸ばした自撮りでも顔だけではなく上半身や背景まで結構入れやすいです。旅行での撮影ならどこにいるのかが一目で伝わります。20mm はその場所全体を説明するような画角です。一方で人物をこの 20mm 普通の距離で撮った場合、20mm ではあまり背景がボケません。その場の情報をしっかり見せられる反面、
背景から人物だけを浮かせるような撮り方はあまり得意ではないです。そして 60mm ですね。これがガチで面白いです。同じ人物を撮影しても背景の見える範囲が狭くなり、背景がボケやすくなります。人物が背景から一段前に出てくるように見えます。言うなれば 20mm がこの場所に人がいますっていう映像であれば、 60mm はこの人の表情を見てくださいっていう風な映像です。この 20mm と 60mm の違いだけ見ると、お、いいじゃんって思うんですけど、ここには条件があります。 60mm は画角が狭いので、人物を同じ大きさで画面に入れようとするとカメラを結構後ろに離す必要があります。狭い部屋や小さいデスクでは距離を確保できず、 60mm という画角を使いにくいことがあります。自撮り棒の距離で 60mm を使うと顔が結構大きく映ってしまいます。 60mm は腕を伸ばした自撮り用ではなく、三脚に置くとか、同行者を撮影するとか、あとは少し離れた人物を撮るときに向いてます。スペック表だと3倍が使えますで終わるんですけど、実際は撮影距離まで変わってしまうんですよね。背景をぼかして人物をきれいに見せられる代わりに、撮影するためのスペースが必要になると。このメリットとデメリットはセットになります。旅行での使い方なら 20mm で駅前全体を撮影して、 60mm で駅名の看板を撮るとか、そういう風なレンズの使い分けをすると結構綺麗に映ると思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。僕の今回の素材のように広い絵と寄った絵を交互に入れるだけで動画にガチでリズムが生まれます。広角だけでも自分が近づけば寄ることはできるんですけど、人物に近づきすぎると相手を緊張させてしまったり、ステージ、動物、店の奥のように近づけない場面もあります。 60mm ならその場を邪魔せずに少し離れた位置から主役だけを切り取ることができます。 20mm から 60mm の切り替えについては、切り替わる瞬間に一度絵が変わった感じは正直あります。正直僕も少し最初は気になったんですけど、今からレンズが切り替わりますって言われずに、普通に映像を見たらそこまで大きく気にならないかなっていう風な感じですね。より自然に映像をつなぎたいなら、録画中に1倍から3倍にズームし続けるよりも 20mm のカットと 60mm のカットを分けて撮った方が後で編集しやすいです。はい、では続いてオズモポケット 4P の色味についても解説していきます。ノーマル10ビット、D-Log10 ビット、D-Log210 ビットの比較です。ここは名前が似ていて結構ややこしくて分かりにくいんですけど、3つとも10ビットです。10ビットっていうのは色の変化を細かく記録できるような感じですね。僕が今回見たいのは色の数の差ではなくて、カメラが最初からどこまで色とコントラストをつけるのか、そして編集でどこまで調整できるのか、この部分ですね。はい、ではまず撮影したままの状態で3つ並べていきます。ノーマルは最初からコントラストと色がついていて、このままでも結構見やすいですね。撮影後に色を触りたくない人、すぐに SNS に使いたい人はノーマル10ビットが一番楽です。一方で D-Log はノーマルよりも色とコントラストが薄く、後から調整するための素材っていう風な感じですね。D-Log2 も同じく撮影状態では結構薄い映像ですが、公式上は最大17ストップのダイナミックレンジに対応し、明暗差が大きい場面でハイライトとシャドウをより残すことを狙ったモードです。ログの映像が薄く見えるからノーマルより画質が悪いっていうことではありません。完成前の素材を見ているような感じです。この D-Log の素材に DJI の公式ラットを当てるとこんな感じ。ラットっていうのは薄いログ素材を一般的な色に戻すための色変換データみたいな感じです。実際に比較して分かりやすいのは、取っ手出しの派手さよりも補正した時に色の情報をどこまで残せるか、これになります。普通の順光や明暗差が少ない場面ではノーマルとログの差が
思ったよりも小さく見えることも正直あります。一方で明るい空と木の影とか逆光の人物のような場面ではこの D-Log2 の意味が結構出やすいです。D-Log2 を使えば全部綺麗に映るじゃんって思うかもしれませんけど、色を調整する時間、この編集時間まで含めて使うモードが D-Log2 になります。僕の使い方は編集時間を減らしたいときはノーマル10ビット、明暗差が大きくて後からガチで色を作り込みたい場合は D-Log2 10ビットっていう風な使い分けをします。 20mm 広角側は新しい1インチセンサーを搭載していて DJI の交渉値では最大17ストップのダイナミックレンジに対応しています。ダイナミックレンジは簡単に言うと明るい部分と暗い部分を同時にどこまで残せるかっていう風な感じです。白い空を残そうとすると顔が暗くなってしまって、今度は顔を明るくすると空が真っ白になると、こういう失敗を減らせるような余裕が多く残ってるっていう風な感じです。普段このスタジオでこの今撮影しているカメラ BMPCC6K を使っている自分から見ても、このサイズ感で D-Log2 を使って明暗差の大きい素材を残せるというのはマジですごいと思いました。実際に使ってみてちょっとここ気になったなっていう部分があるんですけど、 60mm では D-Log2 を選ぶことができません。最大17ストップと D-Log2 の恩恵は広角の1倍側が中心です。 20mm と 60mm を全く同じ D-Log2 で統一して撮影することはこの今動画を撮影している時点ではできません。ここがちょっと惜しいんですよね。 20mm と 60mm の絵を混ぜて本格的に色を追い込みたい人は編集時に色や明るさを合わせる手間がちょっと出るかなと思います。動画をガチで撮影したい、編集したいっていう人はちょっとこの部分には注意が必要です。はい、じゃあ次に Vlog コンボで実際に便利だったのがフレームタップです。この Osmo Pocket 4P をデスクやちょっとした台に置いて自分を撮影するときにこの自分の手元で構図を確認できます。被写体の顔が切れていないかとか、ちゃんと録画できているかとか、あとはレンズ、カメラがどちらに向いているかとか、自撮りで気になるところをカメラにいちいち戻らずにすぐに確認することができます。60mm はカメラを自分から離して使うことが多いと思うんですけど、その状態で本体のこの小さい画面を遠くから見るのはなかなか難しいので、このフレームタップとの相性はめちゃくちゃいいです。一方で使ってみて地味に困ったのが移動中のフレームタップの置き場所です。撮影が終わったらこの本体とは別にフレームタップをどこかにしまう必要があります。フレームタップの本体単体は小さいんですけど、小さいものが一つ増えるっていうのが意外と効くんですよね。本体のポーチやこのハンドルにカチッと収納できる場所があればガチで使いやすくなったかなと思います。はい、では次にマイクミニ2ですね。僕が特に良かったなって感じるのはとにかく目立ちにくいです。僕が今胸元に装着しているこの DJI Mic 2と比べると結構小さくて、実際に服につけてもマイクの存在感が結構抑えられます。街中で大きなマイクをこの胸につけているといかにも撮影してますっていう風な感じが出てしまいます。僕は少し恥ずかしさもあるんですけど、マイクミニ2なら結構気軽に撮れると思いました。この周囲に威圧感を出しにくいので街歩き Vlog とか旅行ではガチで使いやすいと思います。はい、ではマイクミニ2のちょっと気になる部分も正直にお話ししていきます。マイクミニ2は32ビットフロートの内部録音に対応していません。32ビットフロートっていうのは急に大きな声が入った時や小さな声を後から持ち上げたい時に音編集の余裕を作りやすい録音方式です。マイクミニ2には入力が大きすぎると音量を自動で抑える機能がありますけど、マイク2の32ビットフロート内部録音と同じ機構ではありません。花火大会のように音量差が激しい撮影や絶対に失敗できないっていう風な収録現場ではこのマイク2の方が安心できる場面が多いと思います。
そして個人的に気になったのが、操作した時にバイブレーションがないんですね。電源が入ったのか、録画操作を受け付けたのか、実際に操作した感覚では分かりません。小さな LED を見るか、このポケット4本体の画面でマイク接続と音量表示を確認するという必要があります。街中で急いで撮り始めると、これ本当に入ってるかなっていう風な不安がちょっと残ります。目立ちにくさはマイクミニ2の大きなメリット。でも32ビットフロート内部録音と振動、バイブレーションによる分かりやすい操作確認、フィードバックっていうのは僕はちょっと気になるなって感じました。はい、ではいい点と気になる点はこんな感じです。20mm と 60mm の2つのレンズを搭載していて、この1台で様々な画角を作りやすいと。そして撮影開始までが早かったり、103GB の内蔵メモリ搭載。しかもこの転送がマジで早いんですよね。SD カードに録画したデータを転送するときよりも、内蔵メモリへ撮影したデータの方が転送がマジで早いです。今までは SD カードの方に優先的にデータを入れて、SD カードの容量が少なくなったら内蔵の方に切り替えるっていう風な運用をしていたんですけど、撮影後のデータ転送が爆速で終わるので、僕は内蔵メモリの方へ優先的に撮影して、足りなくなったら SD カードっていう風な運用するかなと思います。はい、では一方で気になる点も正直にお話ししていきます。まずは価格ですね。スタンダードコンボと Vlog コンボ比べると、この価格差っていうのは当然あります。その分アクセサリーが豊富に入っているので、人によって選び方は変わってくるかなっていう風な感じですね。60mm は D-Log2 非対応と、他にフレームタップとマイクミニ2の運用面ですね。この部分はメリットとデメリットが人によって共存する部分でもありますので、一概にこの製品がダメっていうわけではありません。あくまでも使い方と運用面、あとは人によるっていう風な感じです。はい、ではおすすめできる人はこんな感じです。まずは旅行で風景と人物の両方を撮影したいという人です。20mm でその場所を見せて、60mm で同行者の表情や料理を切り取って撮影。この二眼っていうのを一番自然に使えるシーンではあるかなと思います。はい、では次に一人で YouTube や Vlog を撮影する人です。三脚にポケット 4P を置いて、フレームタップで画角を確認して、マイクミニ2で声を取ると。Vlog コンボを購入すると、すぐに撮影を始めることができるので、YouTube これから始めたいなっていう人も、マジでこのセットはおすすめです。3つ目は、大きいカメラを持っているけど、正直持ち出す回数が減っているような人です。僕も普段このスタジオで BMPCC6K っていう結構ガチなカメラを使っているんですけど、バッテリーとかモニターをガチガチに組みすぎて、外に持ち出せるようなカメラではないんですよね。このポケット 4P はシネマカメラの代わりではなく、重い機材を持ち出せない日に撮影をゼロにしないためのカメラとして非常に使いやすいです。次にスマートフォンから映像の見せ方をもう一段階上げたいという人です。スマホよりも手間は正直増えます。でもこのジンバルの滑らかさと 20mm、60mm の使い分けでより本格的な絵を作りやすいです。では逆におすすめしにくい人も正直にお話ししていきます。広角の自撮りと家族の記録だけならポケット3やポケット4でも十分使えます。砂浜や雨、プールの中で使いたい人は防水のアクションカメラを優先した方がいいです。何せ防水ではありませんので、水しぶきがかかってしまったりすると一発で壊れてしまうようなリスクもあります。撮影後すぐに投稿する速さ、スピード感を優先したいならやはりスマートフォンが一番簡単です。自分がどういうシーンで使いたいのか具体的にイメージできるのであれば、このカメラを買う価値は結構あると思うんですけど、何も浮かばないなら無理にこの Osmo Pocket 4P を買わなくてもいいとは思います。では最後にまとめるとこんな感じです。実際に使って感じたのは Osmo Pocket 4P は単純に画質だけを向上したカメラではないという部分ですね。20mm で世界を見せて 60mm で主役を見せる、この2つをこのポケットサイズで使えると、
ここがマジで大きいです。 60mm では背景をぼかしやすく人物が綺麗に見えます。一方でカメラを離すようなスペースも必要です。最大17ストップの D-Log2 をこのサイズ感で使えるのはマジですごいです。でも 60mm では D-Log2 を使うことができません。いい点と弱点がかなりはっきりしているようなカメラです。僕の結論としては 60mm で撮りたい人やものが具体的にイメージ浮かぶのであれば Osmo Pocket 4P はマジで買う価値があります。逆に広角だけで足りるという人であればポケット4かポケット3の方が費用対効果は高いです。一番高いカメラを選ぶことよりも実際に持ち出して使うカメラを選ぶということの方が僕は大事だと思います。皆さんならこの 20mm と 60mm で何を撮りたいですか？ぜひコメント欄で教えてください。他にも検証してほしいことやこういうシーンで使ってほしいみたいな内容があればぜひそれも書いてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ゆうでした。